皆さんこんにちは、ともかです。私は今香港国際空港に来てます。今回の動画では香港にいるんですけど、ニュージーランド航空の動画をお届けしたいと思います。なぜ香港にいるかというと、本当は成田から、ニュージーランドのオークランド行きの航空券を直行便で購入したかったんですけど、ちょうど9月のシルバーウィークと被っていたので往復で30万ぐらいかかるということで、ちょっとさすがにそれは高すぎて出せないなっていうのが正直あったので、それでもどうしてもニュージーランド航空に乗りたかったので、どうにかしてね手段を探して、香港乗り継ぎだったら、キャセイの便名で共同運航便のコードシェアで、ニュージーランド航空に乗れるっていうことが分かって、往復の航空券でそれで12万ぐらいで購入できたので、これはもう香港まで行ってでも、ニュージーランド航空に乗るしかないと思って今回予約しました。いろいろな旅行に行っていろいろな航空会社に乗ってきたんですけど、本当にニュージーランド航空がよくって、何がいいかって一言で言うのはちょっと難しいんですけど、前にブログでもね初めて乗った時に書いたんですけど、4年前にニュージーランドにワーキングホリデーで1年間滞在してて、その時に2回目乗ったんですけど、やっぱりいいなって改めて思ったんですよね、その時も。だから今回も、違う国からではあるんですけど、ニュージーランド航空の、機内の様子をねいろいろお届けしたいと思います。もしニュージーランド航空の航空券が高くてどうしよう乗り継ぎで行こうかなって思ってる人は、香港乗り継ぎぜひ検討してみてください。一応この動画からニュージーランド旅行の、動画が始まるので、まず第1弾はニュージーランド航空編ということで、ニュージーランドにね行こうかなって検討している人の、参考になる動画を作っていけたらと思います。ぜひ最後までお楽しみください。それでは動画スタート。すごい思うんですけど、ニュージーランド航空っていつもみんなすごいきちっとしてますね。まだ時間余裕あるんですけど、多分早めに出発しそうな気がします。見えるかな、シルバーファン、この色この色、ニュージーランド航空といったらパープルです。無事ニュージーランド航空の機内の中に乗り込むことができました。久しぶりにこの機内のねピンク色のライトを見れてすごいテンション上がってます。そしてまずね、席についてのグッドポイントなんですけど、シートが他の航空会社と違ってすごいなんていうのかな、ちょっとふかふかなんですよね。気持ちなんていうんだかな、クッション性があるんですよ。でニュージーランド航空の、ね、毛布もすごい手触り良くて分厚いので、そこもすごく好きなポイントです。そして枕はこんな感じでふかふかです。意外と画面をスワイプ、おーすごい。今回の機材はボーイング787の9なんで、席は333ですね。フライト時間は9時間54分なんで約10時間です。どんな感じ、こういう感じなのか。わお、この Wi-Fi 使えるんだろうか。無料でご利用いただけますって書いてある。これが最近のやつか。ここの映画は全部ニュージーランドで撮影された映画ってことですね。34作品もあるんだ。ニュージーランドって結構いろんな映画のロケに使われてるんですよね。これ私が好きな機内で流れるなんだろう、シートベルトをちゃんと締めてくださいとかっていうストーリーのやつです。他の航空会社と違ってニュージーランド航空はオリジナリティがあって、注目して皆さん乗った際は見てみてください。すごいね、クリスマスのシーズンとかは面白いですし、常にね変わるんですよね。あと他の航空会社にはなかなかない特徴として、このシート間のチャットっていうのがあるんですけど、これをやるとここに私の名前ともか名前を決めるじゃないですか。でかわいいアイコン決めて羊にしましょう。ここでね他のシートに座ってる人とチャットができるんですよ。なんでスタートニューチャットやって、ここにいる人たち、ここにいる人たちって言ってもランダムにチャットできるんじゃないんですけど、自分の例えば家族とか友達とかとね離れた席になっちゃったりとか、前後だったりとかしたら、ここで座席のねナンバー入れて、ここでメッセージを打てるっていう感じの機能になってます。ここの天候のところで
行き先と今いる場所の天気予報が見れます。で5日間のね天気もこんな感じで見れます。すごいアドモアロケーションで場所はすごい追加できます。クライストチャーチ、あと今回クイーンズタウンとかも行くので旧クイーンズタウン、ウェリントンも行くのでウェリントン、ワナカ、すごいです。こんな感じで選択できます。追加された。クイーンズタウンめっちゃ寒いらしいんですよね、来週マイナス3度とか、この日は日曜日なんでまだ月曜日は乗ってないんですけど、私たち月曜日にクイーンズタウン行くので寒そうですね。香港着いてあっという間に暗くなっちゃいました。日が沈んでから暗くなるの早すぎ。もうすぐ夜の8時になります。こっから10時間のフライトですね。離陸してシートベルトサインが消えたので機内の色がオレンジになりました。そしてコンセントはこの足元のところにありました。ここで充電できます。あとはここのね下のところに USB 入れるところがあるのでここで充電できるのかなとも思います。これがイヤホンの、袋になります。すごい紙なのでめっちゃおしゃれですね。中身は普通のイヤホンだと思うんですけど、紫だ、すごいこんな感じでなんかちょっとおしゃれなイヤホンです。最初にこのニュージーランドトラベラーっていうこの紙をね言ったらもらえるんですけど、オンラインでも事前に申請できるみたいです。でも私はやってないのでこの紙をもらったのでこれに記入して多分入国の時に提出する感じになります。搭乗してすぐ、お水が先に配られました。こちらがニュージーランド航空の機内食です。パンがあったかいですね。これなんだろう、おせんべいですね。あとビーフはチキンで私はチキンを頼みました。なんかきゅうりのお漬物みたいな、なんか韓国料理のような日本料理のような感じです。これはブラウニー、中にイチゴのソースが入ってます。今回はチキンを頼みました。インゲンとチキンと、ライスじゃない、マッシュポテトだ。こんな感じの夜ご飯になります。ですごいなと思ったのがこのプレートがね透明なんですけどゴムになってるんですよ。なのでこうやって滑らないようになってるっていうのがすごいなと思いました。上の部分はプラスチックなんですけど下今触ってみたらゴムのね丸いのが裏に4つ角のところについてるので飛行機が揺れてもねこのご飯は揺れないっていう作りになってて、多分私今まで飛行機乗ってた中でこういうトレーなのは初めてです。さすがニュージーランド航空、スプーン、フォーク、ナイフは、エコで木でできてます。プラスチックとかは使ってないです。これはデルタ航空もこれでした。ではニュージーランド航空のご飯いただきます。まずちょっと気になったきゅうりから。美味しい。全然癖ないです。続いてメインのチキンとマッシュポテト。美味しい。チキン結構大きい。美味しい。ブラウニーもちょっと味見しますね。このブラウニー自体はなんかベリーの感じだ。ベリーの味なのかな。なんか層になってて間が赤いんで多分ベリーブラウニーかな。美味しい。ちょっと甘い海外の味ですね。今、パソコンで作業してたんですけど前のね座席が倒れると結構な角度でこのね斜面が倒れるんですよね。こんな感じでパソコン使ってたのでいきなりここにこうバンって当たって結構この前の人が倒れる角度っていうのかなが急なのでちょっと気をつけてください。出発前に機内の Wi-Fi サービスについて放送があったんですけどこれね機内で無料で Wi-Fi 使えるんですよ。で機内 Wi-Fi 接続でここの Wi-Fi 機内モードと Wi-Fi モードをオンにしてこのねニュージーランドの、
ブラウザー開きって書いてあるんで、ウェブブラウザーにそもそも接続しないとWi-Fi がつなげないのかなと思ったんですけど、そんなことないっぽくて、やってもらったら多分エリアが悪いから電波が多分つながらないんじゃないかなみたいな感じだったんですよ。で結構その Wi-Fi 私の隣の隣に座ってる方も全然つながらなくって、何度もねスタッフの方に聞いても、いやつながるはずだからみたいな感じで言われてて、しかも私がその Wi-Fi について分からなくて呼んだ時も、その Wi-Fi のブラウザーの URL をめちゃくちゃ早口で言われたので、もうちょっとゆっくり喋ってくださいって伝えたんですけど、今回悪い人に当たっちゃったのかなって思ったんですけど、ちょっと私的に接客が微妙でした。おはようございます。今日本時間の4時2分です。この時間になると、朝食の時間になるので、電気がついてここのね窓も一気に明るくなって太陽が上がってるのが見えます。で残り時間2時間12分ですね。気づいたら残り2時間になってました。今ですね、もうオーストラリア上の方を通ってブリスベンの上を通り過ぎて、もうすぐオークランドに到着します。おー、すごい結構拡大できる。シティ中心はこの辺で、空港がここで、だいたい40分ぐらいでシティまで行くことができます。基本的には電車はないので、皆さんバスでシティまで行く感じです。で今回残念なのが、このフード&ドリンクのところを押すと現在ご利用いただけませんって出るんですけど、前はここを押すとドリンクのメニューとスナックのメニューが選べるんですよ、ここから。でタップするとそのスナックとドリンクを持ってきてもらえるっていうシステムがあったんですね。でニュージーランド航空の特徴で、ニュージーランドといえばのクッキータイムっていうモンスターの絵が描いてあるお菓子、クッキーですね。そのクッキーを頼めるっていうのがすごいいいポイントだったんですけどね、使えなくなってる、今は利用できなくなってるのですごい残念です。皆さんおはようございます。着陸2時間前ということで、朝食が配られたのでいただきたいと思います。こちらが朝食です。スクランブルエッグかチキンヌードルで選べたんですけど、私はスクランブルエッグにしました。あとはフルーツとヨーグルトです。美味しい。アメリカ産のスクランブルエッグって結構固めなんですけど、これチーズが乗ってるのがすごいトロトロしてます。私の好きなタイプのスクランブルエッグです。そしてソーセージ、この朝食めっちゃ美味しいです。飲み物であったかいお茶が欲しかったんですけど、ないって言われてあったかい紅茶を頼みました。窓側って景色見れるしすごい好きだし、いつも基本的に窓からの景色を撮りたいので窓側を選ぶんですけど、通路側に人がいるとなかなか自分のタイミングでお手洗いに行けないのがすごくネックだなって毎回思います。特に頻繁に立ってくれる人だったらそれに合わせて私は出るんですけど、全くねずっと座って、今回は一度も立たない方なので8時間ぐらいトイレに行けてないです。本当は行きたいんですけど起こすのも申し訳ないので、私は結構我慢しちゃう派です。皆さん窓側に座られる方はトイレ事情どうしてるのかちょっと気になるので、ぜひコメント欄で教えてください。着陸まで残り35分ということで、今羽
目が配られました。ということでこの入国審査のカードを書いていきたいと思います。一応ね、書き方ここにね載ってたので、どこだったかな、ご搭乗日だったかな、そうそう、この入国カードでニュージーランド国際線で到着のお客様っていうところになんか書いてあった気がします。入国カードを見る。これで日本語だとこういう感じですよっていう翻訳があるんで、これ英語なんですけど、わかんない人はこれ見ながら書いてください。10時15分、無事ニュージーランドのオークランドに到着しました。思ってた以上になんか長いフライトに感じました。機内は結構空気が乾燥していたので、マスクは絶対持ってきた方がいいと思います。で、温度はそんなに寒くなかったので、毛布1枚で全然いけました。私ノースリーブなんですけど、特に上着とか必要ないくらいの気温でした。多分アメリカ戦がめちゃくちゃ寒いから、なんかいつも上着持ってかなきゃと思ったんですけど、全然平気でした。ではこれからね、入国するのにどれくらい時間かかるか時間をチェックしたいと思います。ニュージーランド結構入国厳しいので、食べ物とかね、事前に申告ちゃんとしないと結構本当に別室に連れてかれるっていうことがあったりするので、ニュージーランドにこれから入国する人はちょっと気をつけてください。到着して10分ぐらいで、外に出れました。ここから歩いてゲートに向かいます。到着。このゲートが無事入国できました。なんか日本のパスポート持ってる人は自動改札ですんなり行けました。3つぐらい質問事項があって、それに答えるだけで入国できたので、めっちゃ並ばずにできました。日本みたいで、これから荷物を受け取ります。なんで40分、めっちゃあっという間に入国できますね。もう荷物出てる気がする。荷物も無事ゲットしましたということで、今から、書いたカードをね渡して荷物チェックします。無事オークランドに到着しました。降りてすぐ右側に、レンタカーの会社があるので、借りる人は全然迷わないと思います。で、あと携帯の会社とかも確か入ってたと思います。今から、ニュージーランドの有名なカフェオールプレスエスプレッソというコーヒーショップに行ってきます。ここのフラットホワイトめっちゃ美味しいんですよね。日本にも確かあった気がします。フラットホワイトで 5.50 ドル。ということで、ニュージーランド航空の動画はいかがでしたでしょうか。少しでもニュージーランド航空の、雰囲気だったりとかが伝われば嬉しいです。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいな、ためになったなと少しでも思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。Wanna dance? With every smile